どう再開してみましたが、聞こえてますか？ダメかな？どうですか？ダメ？もし聞こえてたらまたチャットお待ちしています。どうしたんだろう今日。なんか調子が変。聞こえてるかな？ダメかな？ダメか。あれ本当にダメなの？怖い。どういうこと？ダメっぽい？聞こえてる？今度聞こえてる？あ、できた？できたの？こんばんは。聞こえてる？よかった。すいませんでした。さっき何だったんだろう。聞こえてた。よかった。さっきももしかしてずっと焦ってるの聞こえてました。すみませんでした。再開します。今度は見えてるかな？さっきも聞こえてた。じゃあ私ずっと焦ってたの？ごめんなさい。なんかね、こっちだとコメントとかも全部消えちゃって画面が動かなくなっちゃったの。すぐ焦ってるやつごめんなさい。すみませんでした。では気を取り直して今日もライブを始めたいと思います。ただいまフランス時間15時15分、みんなでありがとう言おう。ありがとう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 。わあよかった。再開したいと思います。ゆっくりお話ししましょう。ちょっと15分も遅くなってしまってすみませんでした。何だったんでしょうね。電波の関係かな。ボンジューサバー、ウィウィサバー。メキシコからこんにちは。知り合いの人来たのも見えてた。恥ずかしい。すごいお顔してたでしょ。なんかね、私気づかなかったんだけど、多分しばらくここ目の前がガラス張りになっててカウンター席にいるのですが、目の前にずっと立ってる、なんかずっと立ってるおじさまがいるなと思って、何してるんだろうって思ってパッて見たら知り合いだったからね、多分ね彼はずっと待っててくれたんだと思う。私が気づくまで。優しいね。びっくりした。皆さんこんばんは、こんばんは。すみませんでした。こっちのパソコン重くて米打てなかった。焦っちゃった。聞こえてないと思っちゃった。お仕事中ですが聞こえてます。よかった。大きい声じゃなく喋ります。ダンバツさん来た。こんばんは。ただいま。戻りました。声も大丈夫かな。今日はねマイク忘れてません。もう何だったんでしょうね。まあ。さて今日は何をお話ししましょう。皆さん日本からとメキシコの方が今いらっしゃるのかな。お天気とかどうですか？パリはまたカメラとか切り替えたいけど、切り替えると多分また電波がとかになっちゃいそうで怖いので、こうやって映そうか。ちょっとカメラ動かします。いくよ。じゃんじゃん。こんな感じでね、ちょっと曇りです。歩いてる人の服装もまあでも半袖の人もいれば全然人歩いてない。半袖の人もいれば長袖の来たこんな感じの服装がちょうどいいぐらいのお天気です。こんな感じ。見えた？こことか見えました。カップル、いいカップルですね。こんな感じです。はい。ただいま。というお天気です。日本はどうですか？あったかいのかな？梅雨ですもんね。ちょっとごめんなさい。カメラがじゃなくてマイクがです。気温は何度だろう。もうなんか違う端末とつなげてるのですが、電波 Wi-Fi 動かすの怖い。19度です。紫外線の指数とか出るんだ。中程度らしい。今日は曇りですね。コメントありがとうございます。ヘアドネーションね。そうですね。忘れませんよ。毎週言われてるから忘れないよ。今日のペンダントとイヤリング、白シャツに合ってる。本当ありがとう。ほら、これはね日本で買った。なんかたまたまどこだっけ、東京のどこか行った時に白いドラえもんが
デパート内に入ったら大きい白いこういう色のドラえもんがいて、その横のお店で買った誰にもわからないであろう情報ですが、オレンジ好きだから、夏ですからね。でネックレスはよく登場しますね。これお気に入り、モーガンベロっていうブランド、フランスパリのやつです。本当はね爪も合わせてこの色にしようと思ったんだけど、爪は休憩中で、これもお揃いなの。そのすごい跡ついてる、これとこれがお揃い、同じでしょ石なんていう石だか忘れちゃったけど、ラピスラジュリでなんかそんなような天然石のブランドですあ、前も同じカフェでライブしてましたよね。見覚えあります。そうそう、前もしてました。ここで、ここなんか作業しやすくて、こうやってカメラ動かしてお分かりかと思うって言い方をかと思いますが、目の前が全部ガラス張りだから、で緑、目の前が全部緑だから、こうパソコン作業してお目疲れた時にパッて目を上げると緑が見えて、すごいね、目に優しいというか、そんな感じでよく使ってます。最近風強いです。日本風強い。台風とか、日本の夏といったら台風結構来ますもんね。お天気は梅雨入りして雨の日が多いです。やっぱりもう梅雨に入ってるんですね。なに床屋さんね、床屋さん行きましょうね先週から自転車おじさん見かけましたか？見かけてないんですよ。オペラ座のオペラ通りでライブをするときに、先週だっけ、先週はオペラからしたのかな、時にね、通る自転車おじさんでいないですね。どうしたんだろう、体調崩しちゃったのかな、ちょっと心配。シンプルな白シャツ、清潔感あってできる女って感じですね。本当できる女やってみたできる女嬉しい。これどこ、なんかそこのユニクロで買った気がする。すごい涼しくてとりあえず着ようと思って買った。いくらだったっけ？今セール中なんですね、フランス。夏の大セール中なんだけど、毎回なんだけど、セール中にセールじゃないものをいつも買って、これも全然セールじゃなくて、30ユーロぐらいだった。 29.9 だから、30ユーロだった。このシャツ確かユニクロだと思う。これ買いました。なんか朝いつも遅く起きる日と早く起きる日の差がかなり私激しいのですが、早く起きた日、早いって言ってもカフェが始まる時間だから9時ぐらいに、8時とかに起きてちょっとお外走って、9時ぐらいから起きた日はカフェに作業しに行くんですね。朝コーヒー飲みながら。その時に何も考えずに着れる服っていうのリストがあって、その一つもう今日も朝起きてそのままこのバサってきて、本当に髪の毛そのままただ溶かして、アクセサリーとりあえずつけとこうみたいな感じで出てきたまますごい楽。着てみてください。これ男性にもね似合うと思った。レディースなんだけど男性でもいける気がする。いろんなお色があって夏だから白にした復活しましたよ。さっきはすみませんでした。こんばんは。いきなりですがマクロンさんどうなっちゃうのかないきなりですね。マクロンさんどうなっちゃうんでしょうね。最近全然ニュース見てないですが、どうなっちゃうんでしょうね。ちょっと不安だけど、マクロンさんもマクロンさんだけど、もう一人のね、なんだっけ、女性の人、名前出てこなくなっちゃった。彼女になっちゃうのも外国人としては怖いですけどね気づくの遅いさっき切れてたからてっきりライブしないと思った。再開しちゃいました、ちゃっかりこちらのカフェは何通りにあるのですか？何通りちょっと通りの名前わからない。何通りでしょうね。ちょっとごめんなさい。今目の前が 大自然というか自然で看板がないので何通りかわからないです何通りにあるんでしょう。よくね、この目の前はあれやってますよ。飲みの市、大きい飲みの市やってる。先週だっけもやってた気がします。こんばんはです。
こんばんはしてる。録画したやつ見ていたら気づかなかった。なんてこと下はスカート？いやいや、今日下はね、ベージュのパンツ履いてる。立てないんだよな。ちょっとカウンターで高い席だから今日は立ってお見せすることできませんが、今日はスカートでも私ね、あんまりスカート、フランスに来てからスカート大好きなんだけど、そのおしゃれをする時、レストランとかパーティーとか行く時以外はあんまりスカート履かなくなった、前より。それでも好きだから履くんだけど、なんかパリジャンってスカート本当に履かなくて、履くとしてもワンピース、さらっとした楽なワンピースってぐらいで、本当にね、あんまりスカートって履かないんですね。パリジャンというかパリジェンヌ、パリジャンが男性、パリジェンヌが女性。パリジェンヌって日本の皆さんすごくおしゃれだと思っていらっしゃいますが、本当にシンプルで、シンプルを着こなせちゃうからおしゃれなんだけど、本当にシンプルで動きやすさ重視だから、今目の前撮ってる人も一人もスカートいない。だいたいジーンズに T シャツにスニーカーとか、お靴もヒールは履かないんですよ。スニーカー、パリジェンヌイコールスニーカーって感じだから、ヒール履いてなんかスカートでちょっとカラフルなお洋服着てたら、パリに住んでない人だなって思うちょっとね、あれですよね、イメージ違いますよねダンパツさん、バッサリね、バッサリ。私も切りたいと思ってる。最近髪伸びすぎちゃったびっくりした虫いたのかな、びっくりした。私に怒ったかと思った。戦いを挑まれたかと思った。ボンジューボンジュー先週パリ一人旅してきました。めぐぐさんのサントシャペル動画見て迷わず行けました。もうよかった。ただ予約した日が並んだのにストライキで入れず、2日後に当日券で入れました。人生の経験値が増えましたフランスらしい体験ができましたね並んだのにいきなりストライキになっちゃったのすごいフランスらしい。でも入れてよかった。すごく綺麗ですよね、サントシャペル。おすすめ。なんかあれも、私もサントシャペルって結構並ぶイメージだったのですが、先週ご案内した方が私とご一緒じゃない時にサントシャペルに行ってきて、で聞いたら本当に全く並ばずに入れたって言っていたので、日によってみたい。ちょっと前まではサントシャペルって本当並ばないと入れないイメージだったけど、最近は並ばないで入れちゃうこともあるらしい。賭けみたいな感じですよね。並んでもストライキで入れないこともあるしそれも含めて楽しんでくださいなんかね、賭けみたいな方が入れた時の嬉しい度が上がるゼロさん、ナイススパです。ありがとうございます。毎回聞くけど今日のコーヒー何ですか？デザートも食べてね。毎回聞いてくれるのが嬉しいです今日もアロンジェ飲んでます。この前アロンジェ飲んでますって、アメリカーノ飲んでますって言いながらラテだったけど、今日はちゃんとアロンジェ、エスプレッソにここまでお湯ですいただきますやっぱり苦いそれが美味しいデザートも食べます。ゼロさんのおかげでいつもスイーツタイム楽しめてます。ありがとうございます。ナイススパですいつもありがとうゼロさん嬉しいよ。これもまたハート押せないんだよな。謎の押せた今日押せた。前回のやつ結局押せなかった。ごめんなさい押せたよ今日は蒸し風呂状態だった。湿気が高いから滝のような汗が。気持ちよさそう。デトックスになりそう。でも日本に住んでるとなんか梅雨のジメジメちょっと嫌ですよね。こうなんだろう、まとわりついてくる感じね。そんな時のこのシャツなのかなだけどフランスだと乾燥してるからサラサラがサラサラのままだけど、でもね、乾燥地帯にいると日本の湿気恋しくなります。なんかたまに本当に夏もすごく乾燥してて、髪とかね
太陽の日差しも強いから結構バリバリに髪の日焼け止めしててもバリバリになっちゃって、日本だったらなしっとりするんだろうなとか思って過ごしたりします。ないものねだりなのかなナイススパでしたね。メンズよりレディースの服の方がデザインいいと思う。ユニクロ本当に私ユニクロの T シャツはね絶対メンズ買います。なんだろう、体の形があれかな、ユニクロに合わないのかわからないけど、ちょっとダボっとした作りの方が私の骨格に合うようで、ユニクロの最近よくみんなが着てるカップ付きブラ付きみたいなやつのなんて言えばいいんだろう、首がここまでの首でちょっと肩がタンクトップみたいに出るような形、あれユニクロ以外でもフランスのブランドとか他のブランドでもよく出してるんだけど、あの形がことごとく似合わなくて、柔道もやってるおかげ性もあって肩幅があるし、ここの筋肉が結構あるから、あの形のタンクトップ着ちゃうとすごいがたいのいい人になっちゃうの。なんだろう、プチガンダムみたいなてかドラえもんの筋肉あるバージョンみたいに見えちゃうから着ないのあれね、着こなせたら華奢の人とかねすごいおしゃれですよね。憧れちゃうもうだからね、ノースリーブとかタンクトップも全然着るんだけど、あの形に合わないんだよな。なんかこの辺から出るやつなんか似合わない何の話、よくわかんない話しちゃってごめんなさい。似合うアピールならいいのに似合わないアピールしちゃったこんばんはしてるゴミ袋スタイルのトレーニング動画かっこよかったです。ありがとうございます。あれもなんか自分で編集してる時に本当に足短くて身長低いからバランスはしょうがないのですが、自分のことを動画で見ることってそんなに皆さんYouTuber さんなら見ると思うけどあんまりないじゃないですか。でも編集すると何時間もね自分のスタイルと向き合わなきゃいけなくて、で編集でフィルター編集とかで足長い編集しようと思ったんだけど、でもなんか足長い編集しても実際を見た時もっとショックだから現実受け入れようと思ってありのままを写しましたあんな感じになっちゃうのちっちゃいから。もうでもね、小さい子はゴミ袋が似合うのが特権かな自分的にゴミ袋スタイルサウナスーツなんだけどすごい気に入っててパリジェンヌって長いスカートに日傘さしてるんじゃなかったのか。残念、イメージ崩しちゃった。モネの絵みたいなイメージですよね、パリジェンヌって多分日傘の、女だっけっていうモネの絵みたいなイメージ。もちろんね、ああいうワンピースは着る、ロングでサラサラっとしてるのは着るけど日傘は絶対差さない。パリジェンヌは絶対日傘なんて差しません。差してるのはトップモデルだろう人、たまにパリコレの時とか街をね歩いているのですが、そういう人が本当にたまに差してるけど1年に 1,2 回見る、1人2人見るかどうかぐらいで、もうそういう人は明らかにオーラが違って、もう180、190ぐらい身長がある女性でスラーっとしてて、遠くから歩いてくるとなんかファッションショー始まったんじゃないかぐらいオーラを解き放ってる人、パリジェンヌなのかどこかのモデルさんなのかわからないけどがたまに歩いていて、そういう人が本当にたまに、日傘を差すけど、それ以外の人で日傘を差すとかはないですね。特にパリジェンヌは絶対日傘を差さないし、焼けた方が嬉しいから差さないし、他の外国の人もあれアジアの文化なんじゃないかな、焼けたくない、この白い肌がいいっていうのが多分アジア文化な気がする。外国人というか、フランス人とかヨーロッパ、アメリカとかで焼けたくないってあんまり聞かなくてですね、だから日傘も見ないし、サングラスぐらいかな。
ただサングラスはシンプルにお目目が色素が薄くて痛いからみんなサングラスするぐらいでしないですね。ね、モネの絵のね女性はパリジェンヌって感じしますよね。あ、オリンピックもあと1ヶ月切りましたね。おお、もう1ヶ月切ったんだ。全然数えてなかった。会場とかでききってないのですが大丈夫なのかなあ、アルプスの山脈と山頂か、山頂と山頂にロープを渡してそこを聖火ランナーが綱渡りして聖火を運んでいました。落ちたらオリンピックの開催が中止に追い込まれるような世論になっていたかも。へえ、面白い。そうなんだ、初めて知りましたそんな話。全然聖火がどこにあるかとか分かってないし、フランス人にも聞いたの。なんか聖火って今どこにあるのって聞いたら誰も分からなかったニュースであんまりやらないのかな。そもそもテレビのニュースっていうのはあまり見る人がいないからかもだけど、たまにジムとかでニュースとかついてるけど、あんまりね聖火のこととかやってないんですよ。まさかアルプス渡ってると思わなかった。しかも綱渡りで目立つの好きですよね皆さんありがとう。私からもありがとう。こんばんは。素敵なマグカップですね。これね、緑、日本語訳するとこれ後ろ緑のカフェっていうカフェで、ナチュラル系のカフェだから陶器のね、いい音でしょ。こっちか、いい音でしょ。丈夫なカップです。畳の上とか落としても絶対割れない感じこのカフェ確かオペラにあるプランターにもあって、入り口入ってすぐのところ、どっち側って言えばいいんだろう、サンラザール駅の方の入り口入ってすぐのところに同じカフェがあって、ポール・スミスとねコラボしてます。行ってみてください。ちょっとここよりもポール・スミス感あるお椅子だったりするけど、行ってみてください。おしゃれですよその目の前のカフェのから出れるドアの出てすぐ目の前にお靴屋さんがあって、ボキャージュだっけな、黄色いお靴屋さんがあって、そこで今年のソルドでブーツ買ったんだけど、結構質良かった本革の靴興味ある方寄ってみてくださいフランスはね、やっぱりヨーロッパ全体なのかわからないけど、本革の靴が本当にお手頃なんですね。日本よりもスーパーで売ってるお靴とかでさえ本革がベースみたいな感じだから、本革の靴がすごいお手頃に手に入るので、セールじゃなくてもかなりお手頃だから、もしフランスに来てちょっと旅行中に靴のレパートリー、夏だしスニーカーしか持ってこなかったけど、せっかくだしサンダル履こうかなって時とか、ふらっとお靴屋さんに入って買ってみてください。結構ね、足にも馴染むし履きやすいの多いですよ。サイズ表記が日本だとセンチだけど、フランスはまたちょっと違って、例えば私が 22.5 は足のサイズ 22.5 なんだけど、それで 35.5 だから35か36ぐらいの靴だから、どれくらいだろう、日本の XS が35ぐらいで S が36かな、なんかそんな気がするこういうこと話してるからコメント遅くなっちゃう。オリンピックのキャラはフランスの方的には人気あるんですか？赤いやつ？人気とかそもそも興味ある人があんまりいなくてキャラというかオリンピック自体にあんまり興味ある人がいないけど、会話に上らないキャラクターでもみんな笑うお顔を見てプププみたいな感じで笑うギャグなのこれみたいな、どうしてこれにしたって感じだけど、そのなんか個性的じゃないですか。お目目飛び出してるし、でなんでそれにしたみたいなお顔でしょちょっと血走ってるっていうか
そういうところも含めて私的には愛着があってすごい好き。キーホルダーも持ってるし好きなんだけど、フランス人はねあんまりそれについて会話もない結構デパートとかにも最近はオリンピックグッズコーナーとかできてて、本当に隅っこの方にちっちゃいブースなんだけど、どのデパートにもとかスーパーにも一応オリンピックコーナーができてるけど、立ち止まってる人がそもそもあんまりいなくてですね、人気もわからないの。けど私は個人的には好きムキムキ動画すごかったよかった。あんなに動けるんですよ。一応こう見えても柔道の先生やってますだから動かないとね、子供たちに倒されちゃうから無理やり動いてます。今日もこの後お仕事行って夜ジム行ってってやってきますありがとうございます。こちらこそいつもありがとうゼロさん本当に髪切ったらダンパチさんは悲しむんじゃないかな。言うことがなくなるし、チームさんこんばんは確かにそうかも。そっか、ダンパチさん髪の毛切っちゃったら悲しいの？じゃあちょっとずつ切ってこうかな、わからないように5センチずつとかで気づいたら短くなってるのとかいいかもしれない電話しないとね。床屋さんね皇室度は地獄ですよ。乾燥してれば汗もすぐに引くし、風も気持ちいい。不快感が全然違いますよ。そうですよね。本当にないものねだりだと思う。私自身も日本にいた時はなんかジメジメして嫌だなとかくっつく感じ嫌だなって思ってた確かにでもね、フランスもね乾燥もね間があったらいいんだけど、乾燥も結構ですよ。乾燥の不快感はジメジメと違って、例えばすぐお目目乾くからいつもちょっとこうやってなきゃだし、あと日差しも強いからすごい眩しかったり、あとなんだろう、お風呂とか上がってもお肌カサカサ、クリーム塗らなきゃだし、まあもちろん日本でも毎日塗ってたけど、なんかもっとこう油っぽいもの油を取るって言い方もだけど、お顔とかも何でもちょっとべったりするぐらいじゃないとすぐ乾いちゃうし、髪とかねもうねバサバサな感じしちゃうし言い出すと止まらないからいいところ言おうかそう、乾燥してると空気にお水が入ってないから本当にカラッとなんて言えばいい、風的なものではないんだけど、風が吹いても当たりが爽やかなの説明が下手。日本の湿気を帯びている風ってこう当たった時に、私的になんですがちょっとこうプレッシャーというか圧を感じる、なんて言えばいいの、風が吹いてお肌に当たると水分がお肌にくっつく感じがしてたけど、フランスの風って本当にそよ風みたいな感じで水気がない風だから、コメントでも今おっしゃってた通りすごく涼しいし、まあ何そよ風っていう言葉が一番合うのかな。で日陰に入れば下からムシムシする感じもあまりないから、すごく暑い30度超えの日でも日陰にさえ入っちゃえばすごく涼しくて、そこに風が吹いたら冷房みたいになるし、夜なんて本当に窓を開けておいたら日本の冷房と一緒だから、フランスのアパルトマンって冷房ないのですが、お家にいる時間夜とか朝とかだったら窓開けとくだけで日本の冷房みたいな風を感じられるから、冷房なくてもそんなに1年のうちに2、3日ぐらいは本当に冷房欲しい時もあるけど、それ以外はねあんまりね冷房欲しいとか感じないです。だから体にいいかもしれない、ナチュラルな感じでいいかもしれない外国に行ってから日本って温度管理完璧じゃないですか。ほぼどこに行っても、むしろ夏とか冷房で寒いぐらいだと思うのですが、なんか日本にいる時って体がちょっと狂ってた感じがする。夏なのに寒かったり、夏なのにちょっと寒いかもだからカーディガン持ったりとかよくやってたけど、お膝掛けとかフ
フランスもだし他の国もだけど、結構温度管理が完璧なところ、日本ぐらい完璧なところってあんまりなくて、どこに行ってもやっぱり夏なら暑いし冬なら寒いしっていう風に過ごしてる。まあ日本人と体感温度がみんな違うのもあるけど、だからなんかね、体がねすごく自然な感じに なりました。暑ければ勝手に温度調整ちょっとしてるし、寒くても前はちょっと寒いだけで凍えるほど寒さを感じてたんだけど、フランスに住んで3年目ぐらいから基礎体温っていうんだっけも上がって、冬もそんなに寒く感じないし、ちょっとの暖かさ、なんだセントラルヒーティングってなんて言うんだろう。フランスってピッてスイッチ入れて暖房がつくわけじゃなくて、クーラーはないけど暖房はあるのですが、ピッてスイッチを入れて温風が来るわけじゃなくて、なんて言えばいいんだろう、壁とかにも設置されているヒーターがあって、それが暖かくなってお部屋全体を暖かくしたり、お部屋全体にお湯が通るパイプがこう張り巡らされていて、お部屋というかアパート全体でそこにお湯を通すことでちょっと暖かくしてたりっていう感じなのですが、そのねほのかな暖かさでも暖かく感じるようになるのこれ不思議ですね。体が慣れるのかなって思うっていうお話、何のお話してたか分かんなくなっちゃっためぐぐさんに案内していただけるまで3週間ちょっととなりました。楽しみですね。よろしくお願いします。こちらこそ。パリの街行く人たちの服装は意外とカラフルではない感じですね。雨降った時用に赤いレインジャケット持参しようかなと考えているんですが、目立ちすぎちゃいますでしょうか。いいと思う。赤いレインコート、雨の日こそハッピーな気持ちで過ごしたいから、赤とか黄色とかいいと思いますよ全然気にしなくて大丈夫。もう好きな服を自分が一番心がハッピーになるお洋服で着てくださいと思いますユニクロの T シャツ、レディースよりメンズの方が生地しっかりしている気がするので、女だけどメンズの T シャツ買います。メンズの XL をダボっと着るのが好きです。私もメンズの XL だと私は大きいけど L、 でも待って、フランスの L ってことは日本の XL だから XL か。サイズが1個ずれで、だいたいフランスの S が日本の M で L が日本のM でっていう感じだから、でもそれくらいのダボダボいいですよね生地はどうなんでしょうね。そもそも私があんまりレディース、これはレディースだけどあんまりね着ないからだけど、なんかね肌質によるらしいですよ。最近そういうお話ライブで多いですが、例えば私はこの前もお話ししたけど骨格って体の形のことをね、男性の方とか全然この話題何って方もいるかと思うので、ちょっとだけ豆知識的にお話しすると、体の形、人間の体の形を骨格で分けると3パターンぐらいに簡単に分けると分けられて、ナチュラル体型、ちょっとこうほっそりしてて骨張ってなくて、洋梨というか、洋梨って言い方もだけどこうほっそりした感じなのかなの体型の人と、ウェーブか、骨格ウェーブ、それが骨格ウェーブっていう骨格と、あと骨格ストレートっていう体型と、あと骨格ナチュラルっていうこれやったらこれやり返されて歩いてる人にっていうね、3パターンに分けられるらしい。でご興味あったらネットで調べたらいっぱい出てくると思います。でその骨格に合わせてお洋服を選ぶと、自分の体に似合ったお洋服が選べるよっていう診断ねがあって、でそれで私が骨格ナチュラルっていうちょっとこう骨張ってる、この骨とか私すごい出てるんだけど、こういう骨が出てたり、手のこういう筋とか出てたり、鎖骨が結構目立ったりみたいなのが特徴らしい。で私はそのね骨格ナチュラルでそういう人だと何の話しようと思ったら、そういう人だと肌質にもなんか特徴がある
らしくて、ですよね、違った、骨格と骨格だっけ、骨格は違うのか、でもそうか、そうそうそう、それでそのナチュラルの人はちょっとこう麻とかザラザラした感じのナチュラルな素材が似合うらしいで、別にそんなに気にしてないのですが、そのユニクロとかで言うと結構レディースって別にユニクロじゃなくても繊細なサラサラな繊細な生地、シフォン生地とか多いじゃないですか、女性らしいふわっとした感じ、あれがねあんまり私に合わなくて、で結局メンズの方がそのしっかりした生地で分厚さが T シャツとかも多分メンズの方が分厚さがあったりとかして、でそういう方が体にしっくりくるからメンズになっちゃってる。でも多分男性でもその骨格が例えばウェーブとかの人だったらちょっとこうテロンとした生地の方が似合ったりとか、なんかそんな感じだと思います。全然説明も下手だしまとまりませんが、男性も女性にも骨格っていうのがあるらしいので、お洋服ジプシーみたいな方はちょっと調べてみてください似合うお洋服が似合うお洋服というか、着て自分が一番いいなって思う服が一番似合うと思うけど、その選ぶ基準として探しやすくなるかもしれないです。なんか最近そういう話多いですね、私ライブで。なんでプチガンダムってスーパーガールの間違い一緒プチガンダムとスーパーガールじゃ全然差がありますよガンダムとかドラえもんの形な気がする、私って童顔だけどガタイ良さそうですね本当ですか？童顔でもないですけどガタイはいいですガタイはねいいというか良くなっちゃうの。いい意味も悪い意味もあるんだけど、昔から小学生の時とかから筋トレを日課としてずっと柔道やってたから毎日やってて、小学生の時のルーティーンが背筋腹筋スクワットを100から300ずつプラスこう握力を鍛える、なんかギュッギュッて握る機械あるでしょ、あれをね年中無休でお家でずっとやってたりとかして、多分元から筋肉ちっちゃい時からあるから、今もサボればもちろん落ちるのですが、サボってる間は冬眠してる筋肉がいっぱいいて、私の中にで呼び起こすとすぐに目立ちたがるの。だからダイエット動画とかでもなんか筋トレすると太くなっちゃうから嫌だっていう人いますが、そんなにすぐ太くなりませんとかいう動画見るんだけど、そんなことない私はちょっと鍛えただけで本当にがっしりしちゃう。なんか眠ってる筋肉が多すぎて起こすとみんな暴れ出すの。本当にみんなデモ活動しだすだからなんか俺にも目立たせろみたいな感じで、二の腕も腹筋もすぐ割れてくるしだからね、鍛えるのももちろん締まった体も好きだしかっこいいけど、ちょっとあまりにも硬い欲というかムキムキも嫌だから、鍛え方とかすごい考えてますあまりやっちゃうと、ここも二の腕も細くしようと思ってちょっとやったら、まさかの二の腕のねここの下に筋肉ついちゃって、細くなるわけじゃないの。変なところに筋肉ついちゃってびっくりこんなところの筋肉たちもデモするのかと思ってちょっと今びっくりしてるところシミができても何とも思わないのかな。フランス人ですか？日傘とかささないからそれもなのですが、シミを日本人の思うシミがシミじゃないみたい。シワもだけど、私もこの例えばこうって笑った時にこういうところに細い乾燥じわみたいな乾燥してるし、フランスに来てねこうやって細いシワとか気になってて、一回そういうのって何でも薬局に行くとコンセイユってこれがいいですよとかクリームとかお薬じゃなくてもこのクリーム効くよとかねおすすめしてくれたりする。ですごい最初フランスに来た頃に気になっちゃって、で聞きに行ったの、これに効くやつありますかって言ったら、なんか
女性の店員さんがはぁみたいな感じで、そんなのシミじゃん、そんなのシワのうちに入らないみたいな感じでクリームでも塗っときゃいいわよみたいな感じでおすすめすらしてもらえなくて、でシミも自分的には例えば日本人的にはすごい薄いシミでも気になる方とかいらっしゃると思うのですが、私も気になるタイプなんだけど、フランス人にここのこれがねとかこのなんか跡がねとか言うと、はあ、そんなのシミに入らないみたいなそんな感じだから、多分気になるレベルがそもそも違うのと、あとこれは何かのフランス人の雑誌の記事かなんかで読んだけど、シミができたらどうしますかみたいなのも、なんかそれも私の美しさだからそのままにするって派と、日焼けをして同じような質問、日焼けをしてシミができるのは気にならないのかみたいなのを日本人がフランス人にインタビューした記事があって、でそのシミも含めて私の美しさだから気にしないっていう人たちと、あとは別にできたら取ればいいじゃないレーザーでぐらいな感じの人たちだから、元からケアをしようみたいな人があまりいないらしい。そのシミにならないために日焼け止めも塗ってるわけじゃなくて、ただ皮膚に良くない、日差しが強すぎて皮膚に良くないから日焼け止めを塗るみたいな人の方が多くて、焼けたくないから何かをするって人がね本当にいらっしゃらないで、フランスの日焼け止めって一番強いやつ50のプラスプラスプラスみたいなやつ塗っても焼けるんですよ、すごく本当に。でそれは多分日焼けにも2種類、日焼けというか紫外線には2種類簡単に分けるとあって、皮膚の表面黒くする紫外線ともっと奥まで行っちゃってシミになっちゃう紫外線、大きく分けて2パターンあるんだけど、その、焼ける方を防がないみたい、フランスの日焼け止めってあまり。一応見ると両方 UVA、UVB だっけっていう2種類あって、その2つに丸がついてれば両方防ぐようには一応なってると思うけど、日本のって塗れば結構防げるけど、フランスのってその数字とか強くて焼けないかなと思って塗っても本当にすぐ焼けちゃうから、フランス人的にはその悪い日差し、皮膚病になるような日差しはシャットダウン防ぎたいけど、焼ける日差しは防ぎたくないんだと思う。だからね、日焼け止めもねそんなのが多くてですね、最初フランスに来た時私も別に焼けることに抵抗はないけど、なんかやっぱり文化違うんだなって思った。でそんな人たちだから日焼けするシミとかまでは気にしてない。それよりもなんか太陽を楽しむ方にフォーカスしてる気がしますできたらそれも私の美しさよって受け止めるか、別に取ればいいじゃんみたいな感じか、どっちかみたいです。その記事によるとね、私の周りのフランス人もシミとかまで気にしてないみたい。そんな先のことあんまり気にしてないし、人からどう見られるを全く気にしない。そもそも私は私のありのままが美しいってみんな思ってるから、そうね、あんまり気にしてないみたいですね。これもなんか文化の違いかな。私気になりますけどね、やっぱりねでもな、シミが美しくないものっていうのも捉え方の一つですよね。シミすらも含めて美しいとか、このシミあの時のやつちょっと思い出のシミみたいにぐらいに思えればね、人生もっとなんていうの、ハッピーかもしれないですねちょっと私もマインド切り替えようかなメグさん、スタイル全然いいと思いますよ。トレーニング姿かっこいいし、足短いって言うけど短くないですなんて優しいの、ありがとうございますなんて優しいの嬉しいな、すごい嬉しいです。ありがとうございますボンジュール、選挙終わったんだっけ。ごめんなさい、全然選挙情報見てなかったです。さっきもマクロンさんのことあと聞いてくれた方いらっしゃいましたが、ごめんなさい。ニュースをちょっとここ最近チェックできていなくてごめんなさい、お答えできません。日傘ささない派なので、正直人混みで刺されると邪魔だなと思います。
他人にぶつかっても気づかない人いますし、確かにね、傘って自分のパーソナルスペースが一気に広がるから難しいですよね。後ろの私もよく身長が小さいから雨の日とか傘を差すと普通の人というか一般的なフランス人のお顔の高さに傘が来ちゃうみたいで、いかにも迷惑そうにされるから、みんなが傘を差してる時に私は差さないで人の傘をちょんちょんちょんって渡り歩いてる歩きにくい、自分も歩きにくいですしね。日傘はちょっと難しいところですよね。フランスで差したらそれこそ迷惑がられると思う。差す文化がないから、別にその人が何をしようかどうでもいいけど、やっぱりぶつかったりされることに結構敏感なんですね。でもどんな人間もフランス人だからじゃないと思うけど、で日本人だったら邪魔でも自分がこう避けたりってなるけど、ずっと日傘は例えば、ルーブルでもどこでも並んでる最中に日傘を差してて、後ろの人のパーソナルその人のスペースに入ってたりすると注意されるとかというか言われると思う。肩叩かれてちょっとこれやめてくれないとかはっきり言われると思う。でそれは別に気にしなければいいんだけど、日本人の方って人に言われることに慣れてないから、多分はっきりと邪魔とかこの傘やめてとか結構きつく言われたりすると心がねズキッてしちゃうと思う。だから自分でそういう気持ちにならないためにも、なるべく日傘よりも帽子とかで防いだ方が自分にとってもいいんじゃないかなって思いますやっぱりこれも文化の違いですね。みんなが差してればね。ただね、すごく日差しが強くて本当に大行列になってるお店とか、例えば、オペラ通りにあるセドリック・グヨレとかパン屋さんとか毎日行列だけど、そことか、いろんな、ルーブルはないけど、例えばルイ・ヴィトン博物館とかああいうところに行くと日差しが遮るものが何もなくてずっと並ばなきゃいけない1時間とか、そういう時にはお店の人が見かねて並んでる列の最初の方の人たちに日傘を渡してたりします。黒いやつね。だから焼けたくないで日傘はささないけど、本当に暑くて熱中症になっちゃいそうだとお店の人が日傘貸してくれたりする。だから文化じゃないわけじゃないけど、焼けないために刺すっていうのは多分ね理解できないと思う去年6月にパリに行きましたがとても暑かったです。そしてノーブラでギリギリ胸が見えそうで見えない感じのワンピースを着たパリジェンヌをたくさん見ました。おばさんはびっくりしましたですよね本当にフランス人ってねノーブラなのしないの、下着とか暑いからし露出も日本人の露出と言われるレベルをはるかに超えているので日本人からしたらどうしたのみたいな人が夏いっぱいいる。公園でも当たり前にブラジャー1枚になるし、本当に丸見え状態の人が当たり前にいっぱいいてですね。で日本人にとってはびっくりしちゃうかも。日本人って隠せるだけ隠そうみたいな文化じゃないですか。だからそういう人から見たらおーってなるかもしれないけどフランス人にとっては普通だし、男性も女性も他人のそれを見て何とも当たり前のことだから何とも思わないらしくて、私も結構この人丸見えじゃんみたいな人見るとびっくりしちゃう。今でもびっくりするけど、でも私自身も多分日本で、住んでいる日本人からしたら夏に日本に行ったらかなり露出してる人みたいになってると思う。ちょっと感覚が狂ってる気がするけど、別にね着たい服着たらいいし、暑ければ薄ければ薄いほどいいしっていうそういう体に対して素直なファッションを皆さんされていらっしゃいます面白いですね。文化違いますよね。なんか日本人がこういうシャツとか着るにもブラジャーが紐とかが透けないように隠すもの何か着てとか やるでしょ、日本だったら。
あれも信じられない、フランス人にしたらなんで暑いのにもう1枚着るんだみたいな感じだと思います。あ、冷やし中華食べました。食べた、美味しかった。でもお店で食べてなくてお家で作って食べました。中華麺っていうラーメン用の麺を買ってきて自分で作ったらすごい美味しかった。食べ放題できるしでも食べに行きたいな、お店の冷やし中華。あ、もうすぐ1時間ですね。あ、oui oui bien sûr excusez-moi 少々お待ちくださいね。ちょっと待ってて、ちょっと家でする。少々お待ちください。あれなんだっけこれ、コンセントつけっぱなしですごいお邪魔しちゃってた。全然気づかなかった。皆さんごめんなさい。全然声も入ってないか、失礼しました。ちょっと待ってね。そう、なんだっけ、何の話してたんだっけ。もうすぐ1時間ですね。今日はちょっと言い訳になっちゃうのですが、携帯で今ライブしてて電波じゃない、充電が切れちゃいそうなので、もうちょっとしたら終わりにしたいと思います。ちょっとここで忘れないうちにお仕事のお話させてください。私はパリで、マイクついてる。ちょっと待ってね。はい、私はパリで個人ガイドとか、個人アテンド、パリのコーディネーターとかそういうこともやっています。いろいろなお仕事をやっているうちの一つで、パリに来た方のご案内とかをしています。でプランとかも全然自由にお話ししながら決めて、一緒に何でも私のできることなら、例えば王道の観光地効率よく回りたいとか、ただカフェでパリのお話聞かせてくださいとか、一緒にオンライン通話で計画立ててくださいとか、そういうね、何でも受け付けているので、お仕事のご依頼はインスタグラムかアメーバブログのメッセージ機能から受け付けています。概要欄に貼ってあるので、これからパリに来るよとか興味あるよっていう方は見てみてください。本当にパリにいるお友達に連絡するような感じでご連絡いただけると嬉しいです。ですぐにお返事できないことが結構あって、終日の仕事とか入ってるとできないことがあって、お返事がかなり時間がかかってしまうこともあるので、もしも急いでいる方は文章の最初に至急とかで括弧してメッセージをいただけたら優先的に見てお返事させていただきます。あとはもう本当にわからないことはお答えできないこともあって、そういう時は申し訳ございませんが、お答えできることであればお答えしますので、メッセージお待ちしています。あとロコ旅っていうガイドさんのマッチングサイトみたいなのがあって、そういうのにも登録していて、そこでもご依頼を受け付けています。でそこから今見てきてくれている方もいらっしゃるかと思うのですが、そっちでお申し込みいただくとちょっと手数料がお互い発生してしまうので、もしも、今円安のこともあるので、ちょっと個人的にご依頼したいっていう方は、今メッセージそちらでくださっている方もインスタグラムとかに切り替えて直接メッセージをいただけたら、そっちにお返事できますので、お気軽にメッセージをください。ちょっとね、本当に円安すごいですよね。この前172円いっててびっくりしちゃった。もう多分日本人の方今パリにいらっしゃったら本当に全部何でも高いって感じちゃうと思うから、パリにこれから来る方、オリンピックで来る方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、円で考えない方がいいと思います。何でもこれ日本円だといくらだとか考えてると何もね、身動き取れなくなっちゃうような円安具合、プラスやっぱり物価が全然日本とフランスでは違って、もともとの物価も高いので、なのであんまり円換算の脳みそじゃなく、ユーロでね、せっかく来るなら楽しんだらもっと楽しめるんじゃないかなと思いますもうメトロのチケットのお値段とかも全部上がるみたいですね。倍になるって言われても、住んでる人が住民票とか持って行って登録するナビゴっていう、スイカみたいなものがあって、そういうのだったら値上がりしないらしいけど、そうじゃないやつ以外は全部ね、お値段すごい上がるらしいので、ちょっとね、どうなんでしょうね。もしかしたら値上がりが7月何日から、ネットで情報を見てもらうと
フランス違うなパリメトロチケット料金とかで Google とかで検索すると出てくると思うので、7月20何日からとか値上がりすると思うから、もし日本で操作ができるならフランスのナビゴ、チケットを携帯にチャージできるアプリとかがあるので、それをインストールして来る前に、その値上がりする前にそこにチケットを入れておけばそのお値段でチケットを使えるから、その手段が私はいいんじゃないかなって思ってます。来てから買おうと思うと多分値上がりその日にちを過ぎちゃうとしちゃうので、その前に日本にいるうちにチケットは有効期限多分何年かある、いつ買っても使えるものだと思うから、それで使うのがいいんじゃないかな。ただそれも調べてみてください。それで使えるのかどうかとかも全部ネットに載っていると思うので調べてみてください。値上がりするって言っても1枚4ユーロぐらいだと思うから大した金額ではないのですが、積もりも積もればだと思うのでもう早い時間がもうすぐですね。ちょっとじゃあコメント読んで、充電が途中でもし充電なくなって途中でライブ終わっちゃったらごめんなさい赤なのずっとオリンピックの柔道は見に行かないの。阿部兄弟頑張って練習してますよ。見に行きたいけどチケット取ってないので今のところは行かないけど、テレビで見ようかなって思ってます。トレーニング動画のムキムキマンたちは結局どこに行っちゃったの？ムキムキマンたちね、気づいたらいなくて一生懸命アピールしてたのに彼らはプロテインでも飲みに行ってしまったのでしょうか。プロテイン探しの旅でも行っちゃったのかな反発してね、一気にバッサリしてみたいいいですね。なんか来てくれる人いないかな。寝るときに窓開けても危険ではないですか？治安ですか？私のお家が日本でいう5階なので危険はないですね。夜中入られるとかはあんまり聞かないかな。5月に初めてパリに行きました。思ってたよりエアコンやエレベーターやエスカレーターがないのが意外でしたが、古い建物多いのもあるんでしょうね。そうですね。普通のアパルトマンにもあまりエレベーターとかついていなくてですね、建物が古いので後からつけようっていうのが大工事になっちゃってとても大変なんですね。で建て直しっていうのができないので、そういうのもあってない。エアコンもエレベーターもないし、エアコンは室外機をつけると景観を崩してしまうので、そういうのもあってつけられないです。駅とかもエレベーターってもう結構な確率で壊れてるからあんまり日本人は生活に便利さを求めるけど、フランス人って生活にそもそも便利さというものをあまり求めてないので、そこを進化させようと思ってないんだと思うこんばんはめぐさんのライブや動画見てる影響なのか、他のフランスを紹介している YouTuber の人が表示されます。本当最後のやつで何も私もあそこ変えてないからおすすめ動画が出てくるのかな。いろんな人の目線でフランス見るのも面白いですよね。私はね結構何でも OK みたいなタイプだからだから私の見えてるフランス、今も別に冷房なくていいやみたいな私はタイプですけど、すごい嫌な日本人の方もいっぱいいると思う受け入れられないみたいな方いっぱいいらっしゃると思います自己診断で骨格ストレートですが、ダボダボの服好きなのでダボダボの T シャツばかり着てます。やっぱり好きなお洋服が一番ですよね。めぐぐさんの筋肉見て羨ましかったです。私は筋肉がつかない体質でマシンをやっても全然ダメ。体質もあるらしいですね。私的には華奢な腕の女の子とかすごい羨ましいけど体質ありますよね。私も一瞬で筋肉つきます。有酸素してるだけなのにふくらはぎがとんでもないことになってます。同じ。私もちょっと走ったりとかするだけなのに筋肉すごいつく。そうだ、次の LINE スタンプのイメージ考えましたか？ぜひともジゴロウの次回作期待してます。やんなきゃ楽しみにしてくれてありがとうございます。確かムキムキになりすぎるからムエタイやめたんでしたっけ？そうそう、ムエタイやったらすぐ筋肉ついちゃうからやめた電話します。急いで読んでてごめんなさい。充電切れそうなの急いで読む。
ボクシングじゃなかったっけ、あれ違いましたっけ。ボクシングもムエタイもやってて、ボクシングは続けてる、彼腕はついてるけど、ムエタイはキックもあって足にもついちゃうからやめちゃったあと先生が怖かった。なんか野獣のような女性の先生で、ムエタイの先生がすごいなんか怖くて本当にでやめちゃった褒めてくれてるんだけど、褒め方もなんかすっごくパワフルでついていけなかったモチベーションが日本にいても笑い上できるようになりましたよ。面倒で何もスキンケア日焼け対策していなかったので、30過ぎたら肌悩みが出てきました。多分めぐぐさんと同世代だと思います。そういう年齢なのだと割り切っています。でも年齢やっぱりずっと若いのもどうか、でも若々しいのはすごくいいことだけど、なんかそれも全てが私の美しさって受け入れられているフランス人の中にいると、なんかね、変な自信がついてくる自分にすごく優しくなって、自信というか自分頑張ってるねって、このシワとかあってもなんか人生頑張って、人生こんなに生きてきたんだなみたいな方に脳みそがシフトした気がする。すごい嫌だってよりは。でも生きてる証ですからね。変わらなかった、みんなが赤ちゃんのままのお顔だったら怖いですしねあんなに彼女五郎さんは柔道を教える時に相手と問答のような対応をしてたそうです。彼女五郎さんはオリンピックの委員をしてたんですよ。へえ、そうなんだ。ジ五郎先生、なんか彼女五郎、私のおばさまがジ五郎先生とお写真撮った写真があった気がするパリのオリンピックポケットを追いかける YouTuber がいたけど、どう思う？でピックポケットか、パリのピックポケットを追いかける YouTuber いたけど、どう思う？役に立ってると思うヘアドネーション。日本人は肌が違うから日焼けや服装などは真似できません。確かにお肌の強さが違うのかな。でも外国人の方がお肌弱いですけどね。色素薄いし、すぐシワもすぐシミもできちゃうけどね、気にしてない、そもそも気にしてないからな。ただやっぱり文化かな。日本人のお肌にできるシミと白人さんのお肌にできるシミってまた違いますしねおかえり、ただいま。もう1時間過ぎちゃったので、ちょっと今来てるコメント読んで終わりにしたいと思います。やば、バッテリー 5% になっちゃったから今来てるコメントも読めないかもしれない。画面が暗くなってしまった。どこまで読んだっけ。日を浴びないとビタミン D が足りない。ヨーロッパの人がよく日光浴するのはそういうこと。そうかもしれないですね。今日鼻かんでないもう70人も見てくれてたの、ありがとうございます。スイちゃんさんナイススパです。ありがとうございます。よかった、これ見れて。もう途中で充電切れちゃうかも。じゃあここまでハート押せない、ごめんなさい。もう本当に切れちゃいそうだから。同級生ちょっと本当はライブ終わらせたくない内容だけど勝手に切れちゃうかも。温泉地で仕事してます。いつか同じ中学メンツでめぐちゃんに会いに行けたらと思ってます。すごい嬉しい。ありがとう。誰だかわからないけど会いに来て、もう全部ご案内しますナイススパありがとうございます誰だろう、気になるナイススパです。じゃあちょっとまだコメントいただいてますが、本当に切れちゃいそうなのでここでちょっと今日は終わりにしてみたいと思いますそれではまた来週、こんなバタバタですみませんがお話ししましょう。日本の皆さん、今日も最後まで遅い時間まで見てくれてありがとうございます。梅雨のようですが冷房つけてね、涼しく気持ちよくお過ごしください。いい夢見てくださいね。フランスに住んでいる皆さん、パリに来ているよっていう皆さん、午後になってお天気良くなってきたので今日も楽しい午後一緒に過ごしましょう。それでは今日も最後まで見てくれて、お話ししてくれてありがとうございます。皆さんのおかげで今週も1週間ハッピーです。ではまた来週月曜日の同じ時間かなに、もし時間が釣れるようでしたら直前でもちゃんと告知したいと思うので、インスタと
YouTube のコミュニティチェックしてください。それでは皆さんとお話できてよかったです。また来週お話ししましょう。またね、おやすみなさい。バイバイ。